今回はチェーンソーマン第2部104話で、新たに分かったことを解説していきます。この動画はチェーンソーマンのネタバレを含みます。ぜひ本編を読んだ後にご覧ください。前回のストーリーでは、チェーンソーマンに対する市民のイメージが語られ、デンジと吉田博文の会話から、デンジがチェーンソーマンとして活動している理由が、モテるためだと判明しました。今回のストーリーでは、まず冒頭で枕を殴りながら癇癪を起こす夜が登場し、チェーンソーマンに助けられたことに苛立ちを見せます。チェーンソーマンの存在にその場で気がついたのか、ニュースを見て知ったのか正確にはわかりませんが、その場でチェーンソーマンの存在に気がついたものの、コウモリの悪魔すら倒せない自分との力の差を感じ取って、あえて接触せずにその場を離れたと考察できます。そして朝がなぜチェーンソーマンを憎んでいるのかと尋ねると、夜は過去に戦争の悪魔としてチェーンソーマンと戦ったものの、何度殺しても立ち上がるチェーンソーマンに敗北し、体を食べられて大幅に弱体化したとその経緯を語りました。この話から弱体化する前の戦争の悪魔は、チェーンソーマンを何度も殺せる程度には強かった、ということがわかります。ちなみに第1部のストーリーでは、支配の悪魔が弱体化前のチェーンソーマンに26回殺されていると語っていましたが、これが一方的なものだったかどうかは不明です。チェーンソーマンの世界の悪魔は、その名前の存在が多少なりとも恐れられている間は、何度死んでも生まれ変わることができます。そして人間や悪魔からの恐怖が大きいほど、悪魔自身の力も強くなるのですが、鶏のように恐怖を集められない悪魔は、野良猫にも殺されてしまうほど弱いという特徴があります。このように不死身にも近い存在の悪魔ですが、一つだけ例外があり、チェーンソーマンに食べられた悪魔は、その名前の存在ごとこの世から消えてしまいます。これはその名前の存在に関する記憶が消えてしまうことで、対象への恐怖が集まらなくなり、結果的に悪魔も消滅するという過程を経ていると考えられます。そんな特殊な力を持つチェーンソーマンですが、支配の悪魔はチェーンソーマンと戦って26回も敗れているものの、なぜか食べられるという行為は受けておらず、戦争の悪魔についても一部分のみを食べるなど、食べる対象や分量には何らかの基準があると考えて良さそうです。第1部の終盤では支配の悪魔ことマキマが、第二次世界大戦と核兵器がチェーンソーマンに食べられた、と岸辺に語っていましたが、戦争の悪魔が話す体を食べられたというのは、戦争の悪魔の体の一部として第二次世界大戦と、核兵器の部分が食べられたという意味とも捉えられます。これについてですが、第2部1話のストーリーで、夜が核兵器を吐き出させてやる、と話しており、核兵器の悪魔とは明言していないため、核兵器が戦争の悪魔の一部だった可能性を示唆する形となっています。そして夜は戦いに敗れて体を食べられたものの、チェーンソーマンと戦った記憶を現在も保持しており、悪魔が輪廻転生する際は、死ぬ前の記憶が引き継がれないため、チェーンソーマンと戦った戦争の悪魔と、夜は同じ個体であることがわかります。食べられたのに生きているという事実から見ても、人間で例えるなら、足や手を失ったものの生きてる状態と考えると合点がいきます。そして戦争の悪魔によって、チェーンソーマンの影響で世界大戦後に戦争が起こらなくなり、戦争は映画やゲームなどのフィクションだけの存在になったと語られます。この世界大戦というのが、1914年7月28日から1918年11月11日に起こった、第一次世界大戦のことと仮定して内容を確認していくと、チェーンソーマンの世界の時間軸は第2部時点で1998年前後なので、約80年にわたって戦争が起きていない平和な世界と言えます。もし第二次世界大戦の存在が消えていなければ、最後の世界規模の戦争は53年前の出来事となり、戦争経験者などその戦争の存在を覚えている人々が数多く存命しているでしょう。ちなみに現実世界では第二次世界大戦が起こってから、2022年でちょうど80年となります。チェーンソーマン作中の世界と同じく、最後の戦争からおよそ80年の年月が経った日本では、戦争よりゴキブリの怖さをリアルに感じる生活を送っており、このような現実社会の状況をもとに考えると、夜が単体で集められる恐怖の量は、コウモリの悪魔よりも圧倒的に少なく、その現状を作ったチェーンソーマンへの憎しみが、かなり根深いことがわかります。ここまでで解説したように、悪魔は自分の名前が恐れられる限り、たとえ死んでもその存在が消えることはありません。
しかしこれは逆を返すと、名前が誰からも恐れられなくなったら、消えてしまうという事実を意味しており、夜もこのままでは皆から忘れ去られてしまうと、自身に迫り来る死の足音を感じていました。朝と夜はお互いに死を感じ、生きたいと願う共通点があり、今回のストーリーでは唐突にだだっこになった夜の姿を見た朝が、今後は夜への協力意識仲間意識が、より芽生えるといった展開が描かれそうです。また余談ですがこのシーンの朝と夜は、ケーキの描かれた T シャツを着ていますが、これは前話でケーキを手づかみで食べていた、デンジことチェンソーマンとの対比となっており、ケーキのように食べられた戦争の悪魔と、ケーキを貪るように食べるチェンソーマンを示唆しているのでしょう。そして今回のエピソードでは、ついに学校生活を送る学生としてのデンジが描かれましたが、なんとデンジは学校で、10分10円で女子生徒の椅子になるバイトをしており、しかも10分のうち数十秒にわたって、椅子としての仕事を果たせなかったら給金はなしという、過酷な契約となっています。これはチェンソーマン第1話で、タバコを食べるふりをして、ヤクザから100円をもらっていたデンジの姿を思い出させるものですが、タバコの件とは違い、椅子になったデンジはどこか嬉しそうにも見えます。以前の動画でも紹介したように、実は作者の藤本達樹先生はド M であることを公言しており、女性に高圧的で理不尽なことをされると嬉しくなる性格なので、椅子になったデンジの表情には、作者の喜びが現れているのでしょう。そしてデビルハンターという職を失い、ナユタ、7匹のシベリアンハスキー、1匹の猫を抱えて生活しているデンジは、公安に勤めていた頃よりもずっと貧しい状況のようです。ただし野郎の椅子になんざなるかよ、と、吉田博文の申し出を一度断っていることから、単に女子との接触を求めて椅子になっている可能性は残されています。またデンジと同じクラスの男子は、椅子になったデンジに驚く様子も引く様子もなく、至って普通の表情で声をかけていることから、この光景が日常茶飯事であることがわかります。この場面でデンジの元を訪れた吉田博文は、デンジの落とした生徒手帳を渡しに来ましたが、喫茶店でこれを返さなかったのは、接触する口実を残しておくためでしょう。デンジはこの生徒手帳を正体がバレるために、わざとチェンソーマンの戦いの現場に落としていましたが、すでにデンジは制服のボタンによって、戦争の悪魔に通っている学校を特定されており、これまでにも前科があるのかもしれません。ただし仮にチェンソーマンがデンジと気がついたとしても、近づいてくるのはデンジの命を狙う悪魔や、何らかの任務に就いた特殊な人物に限られると予想でき、果たしてモテに繋がるのかは不透明です。ちなみに今回のデンジは学ランの中に、チェンソーマン T シャツを着ていました。前回のストーリーで街頭インタビューを受けた際は、無地の白い T シャツを着ていたため、このチェンソーマン T シャツも、見バレのためにわざわざ選んでると考察できます。吉田に椅子になってほしいという提案に対して、男の椅子にはならないと息巻いていたデンジですが、吉田の提示した1万円を前にして、いとも簡単に屈することになります。第1部での登場時から、読者に女を殴ってそうと言われ続けてきた吉田博文ですが、今回のエピソードで、デンジを1万円で躊躇なく人間椅子にし、しかも顔や足を持ってくる座り方をするあたり、そのイメージが真実である角度が上がりました。またこの場面で吉田博文は、デンジ椅子の座り心地を褒めていましたが、SNS ではデンジ椅子の完成度を有識者が称賛しており、作者の藤本達樹先生が人間椅子に精通していることがわかります。ちなみに第1部ではデンジの姿勢こそ違うものの、アキがデンジの上に座る姿が描かれていました。第1部のアキのポジションに、吉田博文が収まることを示唆しているのかは不明ですが、今後の二人の関係に目が離せません。また公安に勤めていた頃のデンジは、体の上に座られた際俺は椅子じゃねえぞと発言していましたが、今回は自ら積極的に椅子になっていることから、マキマから意図的に与えられていたものを全て失ったことで、本来のデンジに回帰しているとも考えられます。前回のストーリーから、吉田博文がデンジのためにモテるための指導をするのではないかと多くの読者が推測していましたが、その予想通り吉田がデンジの彼女探しを手伝うことになりました。早速吉田がどんな子がタイプなのと尋ねると、デンジは今すぐ彼氏が欲しい子、と答えたため、吉田博文は初対面で自分に告白してきた。三鷹朝とデンジを合わせることにしました。三鷹朝がチェンソーマンに助けられたこと、そしてデンジがチェンソーマンの大ファンという点を見て、
吉田は共通点があって話が膨らみやすいと判断したのでしょう。そしてすぐに二人は引き合わされるのですが、最初は比較的落ち着いた口調で朝の質問に返答していたデンジが、嫌いなところを率直に伝えられたことでムキになり、次第に口調が荒くなっていくという、典型的な非モテムーブを見せます。またこの会話の中で、朝の女しか助けないという、チェンソーマンの欠点にデンジは反論しておらず、第1部のラストで描かれたチェンソーマンは女の子しか助けない、という噂が真実だったと明らかになります。そして悪魔だから人も食べるわけじゃんと言われた際には、少し間を置いて食べたとしても一人だけだね、と返していることから、デンジが支配の悪魔だったマキマを、今でも人間として捉えていることがわかり、あれだけひどい目にあっても、マキマを人間として見ているデンジの深い愛が伝わってきます。また朝にチェンソーマン信者は何でも擁護しちゃうと言われているシーンは、本作を読んでいる愛の深い読者に向けてのメッセージ性を感じるものでした。こうして朝にチェンソーマンの良さを説いていたデンジですが、全く受け入れてもらえないことから、ついに俺がチェンソーマンなんだ、と、その正体を明かしてしまいます。しかし吉田博文が頭に指を当てて、こいつは頭がイカれてると言いたげなジェスチャーをしたことも相まって、朝は軽蔑するような眼差しをデンジに向け、ダサッと吐き捨ててその場を去っていきました。正体を隠しているヒーローが、変身前の姿で自分の正体を明かすというのは、映画でもよくある展開ですが、朝にとってデンジは、チェンソーマン T シャツを着た、チェンソーマン信者の男子高校生でしかなく、しかも自分はチェンソーマンだと語る、頭のおかしいやつという存在になりました。こうして普通に話しても信じてもらえないという経験を積んだことで、デンジがどのような手段に出るのかは未知数ですが、今後の展開に期待です。ちなみに今回の学校での場面では、夜が一切出てきませんでしたが、悪魔は鼻が利くという設定があるため、夜も弱体化しているとはいえ、デンジの異質な匂いには気がついているでしょう。そのため次回以降のストーリーでは、夜が朝にあいつがチェンソーマンだと教えるか、もしくは何らかのタイミングで目の前でデンジが変身して、自分がチェンソーマンだと正体を明かすといった展開も予想されます。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画で紹介したもの以外にも、ぜひ独自の考察などをコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。